落ちていく。なるほど。こんな感じなんだ。どうも、きみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。先日、Apple の発表会で予想通り iPhone 16シリーズがね、発表されましたね。皆さんはどうですか？今回何か購入の予定はありますでしょうか？僕は iPhone 16 Pro Max を買おうかと思ってるんですけども、いやね、予想通りね、高いですね。やっぱり本体価格高かったですね。円安とか物価高騰などね、いろいろ要因もあると思いますんで、iPhone 本体の価格が高くなってしまうのは仕方ないところだとは思うんですが、 iPhone 本体は高くなってしまうのは仕方ないにしても、 iPhone につけて使うアクセサリーとか周辺機器とかはもしかしたら安く抑えられるかもしれないということで、円安時代の強い味方ダイソーさんに行ってきまして、 iPhone のアクセサリーをね、いろいろ買ってきました。純正品や人気メーカーのアクセサリーよりはね、かなり安く買えたので、あとはこれがちゃんと実用的なのかどうか、実際に使えるのかどうかっていうところが気になるところだと思いますので、今日は実際にこれら使ってレビューしていきたいと思います。一応これも買ってみました。 iPhone 周辺機器なのかな、わかんないけど、これも買ってみました。このあたりっていうのをレビューしていきたいと思います。では早速いってみましょう。まずはケースですね。ケース2種類買ってきました。こちらが TPU の柔らかいソフトケースで、こちらがハードケースですね。クリアハードケース。この2種類買ってきたので、まずはちょっとこの TPU ソフトケースから見ていきましょう。よくあるすごいシンプルなソフトケースですね。質感はこんな感じでかなり柔らかいです。で、触った感じはやっぱりビニール感はちゃんとある感じですね。で、ディテール見ていきますと分かりますかね。かなり細かなドットみたいなのが入ってますね。こちら側だけドットがついてます。ちょっとザラザラしてます。滑り止めってことかな。で、こちら表面側はもうツルツルです。で、あと側面にこういう風に3本線がこう入ってますね。これが内側だけに入ってるのでクッションみたいになってるんだと思います。で、カメラのこのレンズの周りのところは少し浮き上がった形で、浮き上がってるのでカメラを保護してくれる感じなんですかね。で、ボタン類のところは穴が開いてるわけではなくて、ここはそれぞれ突起してますね。で、あと USB ポートとかこのマイクとかこの辺りの穴ももちろん開いてます。周囲を見るとこういった形で、そうだ、これもそうなんですけど、もちろん今時点ではまだ iPhone 16用のものはね、売られていないので、今日は僕が持ってるね、iPhone 15 Pro Max、こちらに合うものをそれぞれ選んできました。もちろん iPhone 14以前のサイズのものも売られていたので、13とかはまだあったけど、12以前とかのものはね、ちょっとさすがに売ってなかったりしたんで、最近の端末のものであれば、今時点でダイソーに売ってると思いますし、16対応アクセサリーに関しては、16が発売してから、ちょっとしてからかもしれないですけど、もちろん店頭に並んでくると思いますので、今回は15 Pro Max の使用感を見ていただいて、16のね、商品イメージをしていただければと思います。多分素材とか使用感は変わらないと思うので、お持ちの iPhone に使うっていうのをね、想定しながらご覧いただけたらと思います。こちらね、早速15 Pro Max に装着していきましょう。で、これは本当はめ込むだけなんで、シンプルな感じですね。はい、これで OK かな。こう見ると結構透明感強くていいですね。で、このドットちょっと気になるかなと思ったんですけど、むしろこれが上品な模様みたいな感じになっていていいかもしれない。全然悪くないですね。ケース自体が割と薄めなので、あんまりこう手に持った時に分厚さとか厚くなったとか重くなったとかそういう感じは全然ないですね。光の反射によっては少しこう湾曲というか、このビニールのポコポコ具合が若干見えたりするので、これが気になる人もいるのかもしれないですが、よく見なければそんな分かんないような感じかなと思います。で、本体の側面を押してボタンがスムーズに押せるか見てみましょう。全然問題ないですね。音量ボタンとか、アクションボタンとかも全然問題ないですね。はい、ボタンの押しにくさとかは全然ないです。で、あとこの下の USB-C のポート、これがこういう USB-C のコードを干渉しないかどうかも一応見てみましょう。問題ないです。これアンカーのパワーライン3ですけど、引っかかることなく、つっかえることもなく、ちゃんと先端奥までねしっかり刺さりますね。これも問題ないです。
全然干渉しないし、あとカメラレンズ周り真横から見るとこんな感じで、レンズってもともと突起してるんですけど、突起のところをうまくカバーするように、そのギリギリ上のところまでこういう風に縁が盛り上がっているので、これを例えばこの置いて擦ってしまったりとかしても、このレンズの周りがカバーしてくれるので、このレンズ自体が傷ついたりもしなそうですね。この辺りも安心設計になってますね。あとは縁の高さ、これ多分 0.2mm ぐらいだけ上に上がってますね。なので画面もこう落として擦ってしまっても、画面が直接床に擦れてしまうとかもないので、そういった点でも安心感あるかもしれないですね。で、横にフリックした時とかもケースの縁が指に引っかかって使いにくいとか、そんなこともないので全然問題なく使えそうですね。そうだ、あとマグセーフの対応状況も見てみましょう。まずモフトですね。モフトのこのマグセーフ対応のスナップオンスタンド、これつけてみましょう。はい、つきます。もちろんつきますね。問題ないんじゃないでしょうか。でも多分ちょっとだけ磁力弱まってる感じするな。取れることはないけど少し磁力が弱まる気がしますね。ちょっと弱いかも。ちょっとだけ弱くなってる感じしますね。で、同じようにアンカーのマグネティックバッテリー、こちらはどうでしょうか。こちらももちろんつくし、ちゃんと充電もできてますね。充電できてるんで、マグセーフで充電はできてます。ただやっぱちょっと磁力落ちてる感じはしますね。あとこういうバンカーリング、これもアンカーのマグセーフ対応のバンカーリングですけど、これはどうでしょう。これもつくけども、持ちやすさは特に問題ないんですけども、多分これも落ちますね。磁力は弱まる感じがしますね。でもこれあれだな、ダイソーだからとかじゃなくて、僕普段あんまケースつけないんで分かんないんですけど、これ単純にケースだったらこうなってしまうってことなんですかね。ケースつけたらマグネットは磁力弱まるっていうのは仕方ないですかね。ちょっとマグセーフ対応のところが少し磁力が弱まるっていうのはあるようです。で、ソフトケースをつけるとマグセーフの磁力が弱まってしまうっていうのはね、実は想定はしていたので、こちらも試してみたいと思って買ってきました。お気に入りのケースをマグセーフ対応へという、こういったマグセーフ対応のスマホの背面につけることで、マグセーフ対応のモバイルアクセサリーとかモバイルバッテリーを磁力で吸着できるようにする金属プレートですね。こちらもダイソーで買ってきました。これも100円です。これをね、このケースにつけてみましょう。いろいろ入ってますね。ガイドもついてますね。ガイドとこの金属プレート、これ青いフィルム貼ってますけど、これは後で剥がすフィルムですね。はい、裏側がシールになってるのかな。はい、この金属プレート、これをこのガイドを使って貼っていくということですね。 iPhone にこういう風に置いて、それぞれが同じ数字になるところに持っていくところですね。中心点をこれで探すっていうことか。25、25とかだいたいこの辺か。で、ここが7、7mm、7mm、こんな感じか。ちょっとずれそうなんでマステ貼った方がいいですね。これマスキングテープちょうどいい長さで出せるっていう、これ便利ですよ。はい、マステを貼ってきます。ここを慎重にやらないと中心が取れないってことですね。 OK、 位置が固定できたので貼ってきます。白い方がシールになってるので、これを剥がして取りまして、でここのガイドに合わせて貼ると。いいのかな。はい、これでしっかり貼れたと思います。貼れましたね。青いビニールいらないので、これは剥がしちゃいます。すごい綺麗に貼れました。よく見ますよね、こういう iPhone ケース。こうするとマグセーフの磁力が高まるということなので、やってみましょう。もう一回またモフトをつけてみます。はい、つきました。確かに。お、磁力高まってる感じしますね。絶対さっきより強い磁力。全然落ちないもん。確実に磁力高まってます。これいいっすね。こんな感じでできるんだ。はい、問題ない。もちろん充電もできてる。落ちない。大丈夫ですね。すごい、これ100円でこれつけるだけでマグセーフ対応になりますね。これはすごいな。吸着力すごい。こうすると落ちない。全然さっきより磁力強まってますね。これは安心ですね。
ただこれシリコンケースなんで剥がれやすくないのかなっていうのはちょっと気になるところなんですけど、でもまあ爪で無理に引っ掛けたりしない限りは剥がれることもなさそうですね。いや全然問題なさそうだな。この2つ、これでもね100円100円200円税込みで220円で作れるんで、このセットいいかもしれないですね。はい、そんなわけで TPU のソフトケースと、あとこのマグセーフステッカー、これがあれば10倍ぐらいの価格で売られている iPhone ケースと同じような機能をね、ここに備えることができそうです。いいですねこれ。はい、ソフトケースこんな感じで、先ほど言ったこのハードケースもせっかく買ってきたので、こちらも見てみましょう。はい、こういった質感です。ちょっとホコリついてるな。シリコンケースよりこちらの方がホコリちょっとつきやすいかもしれないですね。こんな感じですけど、ちょっとホコリつくな。ハードケースなんですけど、少しは湾曲するような硬さですね。こんな感じの質感です。透明度は高いですが、先ほどから言ってますけど、ホコリがすごいつきやすいな。あと指紋もつきやすい感じしますね。指紋がつきやすいというのはちょっと残念かもしれないな。で、特に先ほどシリコンケースにあったような周りにこうクッションとかがついてるわけではなくて、ボタンのところも開いた状態ですね。で、カメラレンズ周りはこういう風に段差がついてますね。こういったケースですね。こちらも装着してみましょう。これも上からパコッとはめるだけなんで、なんかでもちょっと装着してる感じはシリコンより少しなんか浮いたような感じというか、しっかり装着できた感がなんとなくちょっと薄く感じますね。少しなんか浮いてるような感じがしちゃうな。はい、装着するとこんな感じです。ホコリつきやすいと思いましたけど、装着しちゃうとそんな悪くないかな。アクリルケースなんで平らなんで、ソフトケースみたいなポコポコ感は全然ないのと、少し高級感はあるかなというような感じもしますが、ここは好みかもしれないですね。で、持った感じはシリコンよりやっぱりこうツルツルしているというか、少しこうグリップ感は若干落ちるかもしれないですね。この縁の部分とかちょっと滑る感じはあるかな。持った感じは個人的にはソフトケースの方が好きですね。で、あとこのボタンのところ、ここはねやっぱむき出しになってしまっているので押しやすいかもしれないんですけど、ソフトケースでも全然押しにくいことはなかったので、すごい格段に押しやすくなってるってことでもないかなと思います。あと下もね全部丸開き状態なので、もしこれ落としたりしてね、ここのところとかぶつけたりしたらね、もうこのまま衝撃ここに来ちゃうんで、ちょっとその不安は若干ありますね。カメラレンズ周りのところもソフトケースと同じく少しこういう風に上がってるので、床に落とした時とかに直接床にカメラレンズが触れるということはなさそうですね。で、あとここのヘリの部分もソフトケースと同じく少しだけせり上がってるので、落とした時に画面がこう擦れてしまうとか、そういった心配もこれもないですね。で、素材自体結構薄いので、本体サイズをね大きく変わったような印象は全然与えないですね、サイズ感としては。はい、でこれも気になるマグセーフの対応を見てみましょう。モフト、モフトめちゃくちゃ緩いな。もう全然くっつかないに等しいですね。これはダメだな。で、多分これも危ないでしょう。マグセーフバッテリー。これはダメです。もう絶対このままつけちゃダメですね。で、バンカーリング。はい。これが一番吸着力は高いけど、でもすぐ落ちます。これはほとんど機能しないに等しいです。で、一応これもマグセーフ対応にできるように、同じく先ほどのマグセーフステッカーもう一枚買ってきたので、これつけてみたいと思います。はい、取り付けられましたので、こちらマグセーフ復活したかどうかやってみましょう。モフト。大丈夫ですね。確実に吸着力上がってますね。この金属ステッカーつけるだけでだいぶ違うんですね。はい、これもね絶対落ちないですね。もちろん充電もできているし、結構しっかり吸着してます。バンカーリングも問題ないでしょう。はい、吸着してますね。結構きつい。やっぱりこのねマグセーフステッカー、これつけるだけで全然格段に吸着力上がるので、このソフトケースもハードケースもこれをつけることは必須になってくるかもしれないですね。これも合わせて220円で完成です。はい、クリアケースを使いたい方もこのねマグセーフステッカー必須かなと思います。そんな感じでソフトケースもハードケースもね、こうやって見ると実用的なんじゃないかなと思います。個人的にはソフトケースの方が手の馴染みとかね、質感とかカバー力とかそういった点ではいいかなと思いましたけど、ここは
お好みでいいんじゃないかなと思います。で、あとはこういう TPU 素材とかアクリル素材とかはね、経年劣化みたいなのはやっぱりあるかと思いますので、何年で劣化するかとかちょっと使い続けてみないとわからないんですけども、もし数ヶ月で使えなくなってしまったとしても、もともとかなり安いんで100円100円とかなんで、劣化が気になったら同じものをまた新しく買い替えちゃえば良さそうですよね。はい、ケースはこんな感じでした。参考にしていただけたらと思います。はい、あとは保護アクセサリーもね、つけていこうと思います。で、保護アイテムですが、まずはこのね、レンズを保護するレンズカバーですね。僕普段はこういった2マスのレンズカバー、裏面が粘着になっていて、ここにそのままペタッとね、貼り付けて使う、こういう風に見た目も結構かっこいい、こういったレンズカバーを使ってます。この縁の部分とかも銀色になってますよね。僕結構落っことしているので、落っことした時にこの銀色の部分がレンズをカバーしてくれた、助けてくれたってことですね。なのでこれをつけていなかったら、もしかしたらレンズの、縁の部分とか傷ついていた可能性があるということで、そういった意味ではね、レンズカバー必要なんじゃないかなと思います。で、これに近いものを見つけられたので買ってきました。カメラ保護クリアカバーですね。これもこんな感じで穴が開いてるタイプだと思うので、こちらを取り付けてみたいと思います。これも100円かな。あれおや、ちょっと誤算がですね、これ僕勘違いしたな。はい、わかりますか？穴開いてないですね。これ穴開いてると思ったら、これ穴開いてなかったです。ここのところ薄くアクリルの蓋ついてますね。穴開いてる方が当然透過性 100% になるので、レンズを何か覆うものがないので、光が屈折したりとかもないし、曇ったりとかも絶対ないはずなんですけど、なのでこういう穴開きのものを探したんですけど、これはね、穴開きに見えて薄いアクリル板で蓋されたタイプでしたね。ちょっとここは誤算でしたけども、ただ透過性は非常に高そうなので、ちょっとホコリが入る前につけた方が良さそうなんで、もうつけます。で、これ iPhone 15 Pro Max 用と書いてましたけど、14 Pro、14 Pro Max でも使えるそうです。カメラのサイズ一緒なんですね。はい、ほんとぴったりですね。綺麗に貼れました。確かにこうやるともう反射してるの分かりますよね。なので穴は開いていないんですけど、レンズのね、この縁の部分完全に保護することはできてますね。当然完全なね、クリア素材なんで透過性は高いとは思うんですけども、実際に写真とか撮った時とかに綺麗に撮れるかどうか一応見てみましょうか。まずマクロレンズですね。これで撮ってみましょう。特にホコリとかアクリルで覆われてることによる問題とか特になさそうですね。こうやって見るとね。標準レンズ、望遠レンズ、特に問題なさそうですね。なので、完全に保護するという意味では全然これでもいいかもしれないですね。で、レンズカバー、これの他にももう一つ買っていて、ちょっとこれ一回取りますけども、こういうタイプのものも買ってみました。完全にレンズの部分だけを保護するガラスフィルムですね。こちら貼ってみましょう。貼り方はこっちの方がちょっと難しそうな気がしますね。ずれないように貼るのは。中にはこういう風に3枚の保護シールが入ってます。結構薄いですね。ガラスっていうからしっかり厚みがあるのかと思ったら、ほんとめちゃくちゃ薄いですね。これを貼ってきます。そしてこれがこういう風に1枚ずつ取れるんですね。これ難しくないか、貼り方。黒いシートを曲げながら透明の剥離シート側にガラスフィルムがくっつくようにゆっくり。なるほど。これ取っちゃいけないやつでした。一回戻します。ちょっとややこしいですね。そういうことか。こっち側に透明シート貼り直しまして、でこっち側が黒いシートなんだ。透明シート側に残すように黒いシートの方だけを剥がすんですね。こういうことね。こっち側にくっつけましょうとか、これを乗せて貼っていくってこと？難しいな。こういうことか。確かに貼れる。はい、貼れました。貼れましたけど、ちょっといろいろ不安だな。レンズがここまであるのに対して、レンズの8割ぐらいまでしか保護してないですよね。内側のレンズの真ん中は守れるけど、レンズ周辺ギリギリまでは守れないようになってるな。保護をするという点ではちょっと不安が残ります。また撮影して透過性見てみましょう。マクロ。撮影自体は全然ね、問題ないんですけど、特に曇ったりとかゴーストが入ったりとかす
そういうのはないんですけど大丈夫ですね。カメラの撮影自体には問題なさそうなんですけど、ちょっとこの保護するっていう点ではガラスフィルムとはいえね、ちょっと不安が残る感じだし、あと貼りにくいっていうのが正直なとこなので、どちらがいいかって言ったらやっぱりさっきのこちらのカメラレンズにはめ込むタイプのもの、こちらの方が圧倒的に使いやすいと思いました。あとちゃんと保護してくれてるって感じがしますね。どちらを使うかお好みでって感じだと思うんですけど、個人的には圧倒的にこちらの方がおすすめです。次の保護アイテム、やっぱり保護するといえばね、ここですよね。ディスプレイの保護アイテム、保護ガラス、こちらを貼っていこうと思うんですけど、僕が今まで使っていたのはこちらですね。スピジェンガイド付きの保護ガラスですね。ガイドをこうはめて吸着させるんで失敗がねまずないというね、すごい貼りやすいガラス保護フィルムなんですけども、こちらを今までずっと貼っていまして、で1年間貼ってちょっとさっき剥がしたんですけど、こんな感じです。思いっきりひび入ってますねこんな感じで、これがなかったらもしかしたら、ここまでの傷にはならないと思うんですけど iPhone 15 Pro Max 画面をね傷つけていたかもしれないんですが、こんな感じでこことかね、あとこういう縁の部分、こういうところね結構傷つきやすいんですよね。こう落とした時に縁が当たってそこがねこういう傷つくことが多いので、そういうのをね1年間これが耐えてくれました。これに代わるものもダイソーで見つけられたので、ちょっとそちらをね貼っていこうと思います。ダイソーにはガラス保護フィルム何種類かあったんですけど、今回はねこちらを購入しました。一番見やすいところにあったので、おそらく一番人気アイテムだろうということで、耐衝撃液晶保護ガラスというこちらを選んでみました。 iPhone 15 Pro Max 用ですね。こちら同梱物を見ていくと、こういうのがちゃんとついてるクリーニングクロスですね。ウェットとドライがちゃんとついてるので、ウェットシート的なので拭いて、ドライシートでしっかり水滴を取る。この2枚ちゃんと入ってるので、これはありがたいですね。でこれが本体がガイドはやっぱついていないですけども、こういったガラスフィルムですね。一応これ商品見るとブルーライトカットという風になってますね。スマホ本体からのブルーライトを約 41% カットします。で衝撃吸収とスムーズなタッチ加工、フリックとかもスムーズですよってことかな。指紋がつきにくくて気泡が入りにくいということになってます。せっかくなんでこのシートで拭きましょうか。ウェットシートでスマホの表面をしっかり拭きます。でドライシートで水滴をきれいに拭き取ります。 OK でタブがついてるので、これを使って剥がして貼り付けると。なんかこのガイドなしのやつ、結構あれですね。なんかブルーカットだからか結構青いですね。ほこりつく前にも貼りますけども、結構青い。カメラの位置の穴は絶対にずらさないようにして貼りましょうということかな。こういうことか。でも気泡は全然入らずに簡単に貼れそうな感じしますね。下に向かって気泡というか空気を逃がすように貼っていけば、これで貼れば気泡入んなそうだ。ガイドなしでも綺麗に貼ることはできますね。綺麗に貼れた。いや、ただ青いな。これこういうものなのかな。青いっすね。結構青いですよね。青いのはちょっと気になりますね。ちょっと見てみましょう、画面をね。でも画面を見ると全然問題なさそうですね。全く気にならないな。とりあえずこう画面を直接ね見ていてもそんな気になること全然ないですね。フリックも全然ストレスもなく、引っかかりもなくスムーズに動くし、あと指紋とかはどうだろう。指紋も全然くっつかないですね。この縁の部分の触り心地とか、ここも特に引っかかる感じもないし、こんな感じで横から見てもほんと 0.2 ミリぐらいとかかな。かなり薄いので全然指が引っかかるとかそういう感じもないし、今まで使っていた保護ガラスとそんなに変わりはない感じですね。あとはね、実際保護してるということなんで傷がつかないかどうか気になるところだと思うので、ちょっとさっきのこの2マスのここのアルミの縁、これで削ってみて傷つくかどうかやってみましょうか。今傷つけようと思って結構強めに引っかいてます。全然大丈夫ですね。全く傷つかないな。すごい綺麗なまま。
結構衝撃には強そうです。このガラスフィルムもいいですね。対衝撃液晶保護ガラス、これなかなか強度は強そうです。気になるのはさっきから何とか言ってますけど、この青さですね。これさえ気にならなければ全然これでいいかもしれない。しかも今までガイドがあるから絶対これじゃないと貼れないと思っていたけど、意外と簡単にすんなり貼れました。これでもこの保護ガラスはおすすめかもしれないですね。でこんなのも売っていたので購入してみました。 SD カードリーダーとマイクロ SD カードですね。 SD カードリーダーは200円、マイクロ SD カードは500円で購入しました。 iPhone で写真や動画を撮りまくる方多いと思うんですけど、僕もね結構たくさん撮るんですけども、写真とか動画を撮りまくっていると iPhone のカメラロールっていうのもすぐいっぱいになっちゃうと思うんですよね。でストレージがパンパンな方結構いると思うんですが、僕も割とストレージパンパンなんですけども、そんな方にこちらおすすめです。合計で税込み770円で32ギガの容量が増やせちゃいます。そう考えると結構ねありがたいですよね。これね32ギガのマイクロ SD カードが550円ってね、これかなり破格だと思うんですよね。かなり安いです。 UHS-1 対応ということで、転送速度はね速くはないとは思うんですけども、頻繁なデータの出し入れをするわけではないと思うので、ストレージとしてねこういう風に使うのであれば全然これで十分じゃないかなと思います。でカードリーダーも220円で、これは USB Type-C とライトニングタイプがあって、僕はね iPhone 15 Pro Max なので USB Type-C のものを購入しました。 iPhone 14以前の端末を使ってる方は Type-C ではなくてライトニングの方を間違わずに購入してください。そんなわけでこの iPhone 15 Pro Max の中に入っている動画とか写真のファイル、カメラロールの中のデータをこの SD カードに移行する方法を解説していきたいと思います。メモリーカードリーダー取り出してみましたけど、これあれですね、こちら側はこういう風に USB-C になってるんですけども、反対側は USB-A の端子になってるので、パソコンとかで USB-C ではなくて USB-A の端子、Windows とか多いと思うんですけど、 USB-A の端子しか備わってない場合はこちらを使うこともできますね。でマイクロ SD カード、こっちがマイクロ SD で、こっちがアダプターですね。通常の SD カードのサイズじゃないと刺さらない SD カードリーダーとかもあるので、そういったものに使う時のためのアダプターですね。でこれは一応マイクロ SD 直接挿すこともできるし、そのアダプターに挿すこともできます。直接挿せるのでこちらに挿しましょう。挿しました。これを iPhone 15 Pro Max の USB-C の端子に挿します。でここから iPhone のカメラロールのデータを SD カードに移行する方法を解説していきます。まずこのように写真アプリを開きます。今回はこの口のねこたつの写真動画を集めたフォルダ、こたつというフォルダを作りましたので、ここのファイルを転送していきます。まず右上の選択ボタンを押します。で転送したい画像ファイルを全て選択します。今回はこちらの9枚の写真と7本のビデオ合計16項目を選択しました。で選択したら左下の共有マークを押します。とっても可愛いですね。でここの下のリストの中からファイルに保存というのがあるので、ファイルに保存を選択します。そうするとこの場所というリストの中に Untitled という項目があります。これが今 USB-C に挿したマイクロ SD カードのストレージになってますので、これを開きます。今空ですよね。でここで右上の保存ボタンを押します。ちょっと転送時間もかかりますが、こうすることで先ほど選択した16項目のファイルが今どんどん入ってきてますね。このマイクロ SD の中に保存されます。はい、コピー終わりましたがね、コピーが終わると一旦こういう風に写真アプリの方に戻ってくるので、次にファイルアプリを開きまして、先ほどのこの Untitled を開いて、動画とね写真がコピーされたかチェックしてみましょう。はい、16項目全部入ってますね。でこの中で動画一つ見てみましょうか。はい、先ほどカメラロールの中に入っていた動画がマイクロ SD の方にコピーされました。はい、これでバックアップちゃんとできてるってことが分かりましたね。でこの時点では SD カードに先ほどの16項目がコピーされただけで、元データはこのようにこたつフォルダの中に残っているので、データを削減して iPhone の容量を開けたい場合はこれらをまた全部選択して削除します。
でこうすると一旦フォルダからは削除されるんですけども、データが完全に削除されているわけではないので、写真アプリの一番下の最近削除した項目、これを開きます。でそうするとこの中に今一旦削除されたものがゴミ箱ですね、この中に入っているので、これを選択して右下のメニューを開いて全てを削除。こうすることでデータを完全に削除することができます。はい、これで iPhone の容量を開けることができました。で一応心配なんで先ほどのファイルアプリから見てみますけど、こちらにバックアップが全部残っているので安心ですね。はい、こうすれば iPhone 内の 32GB 分の容量をね、こちらに移して開けることができます。770円で 32GB 分の容量が増やせちゃいましたね。マイクロ SD カードもね、これ550円で買えちゃうとね、安すぎですよね。今まで Amazon とかで買っていた数千円の SD カードとは何が違うかちょっとよくわかんないんですけど、とりあえずこれでも全く問題なくデータのバックアップっていうのができました。あとデータ転送周りでもう一つ紹介しておきたいのがありまして、こちらですね、こんなのも売ってました。USB Type-C ケーブルなんですけども、データ通信 USB3.0 準拠というやつなんですよね。で最大転送速度が 5GBps、 充電最大 100W 対応とかになってまして、お値段は300円。これどういったものかというと、iPhone 15 Pro Max とかって動画を撮るときに Apple ProRes で動画撮影することができるんですけど、結構データ容量が大きい動画になるんですが、後から色調整とかがしやすい Apple ProRes っていう形式があるんですけど、これで撮るときにiPhone のストレージに直接書き込むことももちろんできるんですが、そうするとすぐ iPhone のデータ容量が圧迫されていくので、よくあるのがこういう外付けの SD カード、これを USB ケーブルでつないで直接こちらに書き込んでいくっていうやり方があるんですね。そういうことができるんですけど、その時に使えるケーブルっていうのが今まで僕使ってたのはこういうケーブルなんですけど、だいたいこれ2500円ぐらいするんですよね。こういう風に USB で高速転送できるケーブルじゃないと、データを書き込む時にデータが欠損したりとかコマ落ちしたりとか、あとデータがそもそもストレージに直接送りながら撮影することができないとか、そういったいろんな問題があるんで、こういったある程度高価な転送速度が速い USB ケーブルが必要になってくるんですけど、だいたいこれが2500円ぐらいするんですね。でそれが同じようなことができるものが300円で購入できてしまったので、ちょっとこちらもね試してみたいと思います。普通の USB-C、USB-C のケーブルなんですけども、ビデオ撮影するときにこの上プロレスというのがありますね。これを押すとプロレスの斜線が消えて、今プロレス撮影ができるようになってるんですけど、このプロレスで撮影するときに直接こちらの外付けの SD カード、こちらに転送しながら撮っていきたいですね。これを今つなぎます。つなぐと出るかな、 USB-C 出ましたね。はい、これでここに今書き込みますよっていうのはこの USB-C が出たことによって示されてるわけですね。これでじゃあ撮影してみましょう。こたつを撮ってますけど、ちょっとちゃんと動きとかあった方がいいんで、僕の手とか入れてみようかな。こんな感じでちょっと撮影してみます。今撮影できました。でこれも先ほどのファイルアプリから見ると、今この Apple Log1 っていうフォルダ、これがこの SD カードなんですが、これを開いてみてみましょう。はい、今撮影したデータ入ってますね。でこれがコマ落ちとかせずに再生されていれば、ちゃんと直接こちらに書き込めたってことになるので、再生してみましょう。全然コマ落ちもせず普通に録画できてますよね。大丈夫そう。はい、こんな感じで300円の USB ケーブル、高速転送ケーブルでもこのように外付けの SSD に直接書き込みができるっていうのがね分かりました。高速転送の USB-C ケーブル探していた方は、このダイソーの300円のケーブルでも OK だと思います。あと最後なんですけど、 iPhone 用アクセサリーというか、こんなのを見つけたのでね、これも買ってきちゃいました。 Apple Vision Pro 風なVR ゴーグルですね。お値段550円ということで、ビジョンプロの約1000分の1の価格で購入できました。破格です。これでどんな映像体験ができるんでしょうか。ちょっとねセッティングしてみたいと思います。どういう商品なんだろうか。見た感じもほぼ Apple Vision Pro ですよね。こちらねセッティングしてみて VR コンテンツね見てみましょう。すごいですね。動きがとても軽やかですね。かなり軽いですね。めちゃくちゃ軽い。ビジョンプロは割と重くて頭に負担があるみたいなことも聞いたんですけど、これは全然頭に負担がなさそうですね。レバーというかこういうのがついていて、目の位置ね人それぞれ違うと思うので、それを変えられるんですかね。
前後。目の横幅、これも変えられるんですね。あらゆる人の目の形に合わせたものになってますね。安心。これが取り出せる。出てきましたね。ここにスマホをセッティングするんですね。これがこういう風なホルダーになってるので、ここにスマホを取り付けるということですね。取り付けられました。 VR コンテンツ開きましょう。 YouTube でもね VR コンテンツいくつか見つかったんで、ちょっとこれを見てみようと思います。これをここにこう入れて使うのか。なるほど。おすごい。ちゃんと 3D ですね。こんな感じで見られるんだ。僕 VR コンテンツって実は初めて見たかもしれない。これ 3D のやつ。すごい。ちゃんと 3D だ。今ジェットコースターに乗っている映像を見てるんですけど、落ちていく。なるほど。こんな感じなんだ。ちょっとこれ揺れた方が臨場感あるかもしれないな。乗ってる感ありますね。もちろんね、疑似体験なんで、溝落ちがグーッとなるような、そういった怖さまではないですけども、3D 体験としてはね、面白いですね。550円でこの体験できるのは全然ありかもしれない。なるほど、これが Apple Vision Pro か。こういう感じなんですね。面白いですね。なるほど。ちょっと面白いかも。Apple Vision Pro と同じ体験ができていたかどうかちょっと定かではないですけども、3D のね、VR コンテンツを楽しむっていう点では、550円でこんな感じで楽しめるんだったら、これはこれでありじゃないかなと思いました。はい、そういったわけで今日はダイソーで買える iPhone アクセサリーを試してみました。発売間近の iPhone 16シリーズだけではなく、こういったね、15以前の端末にも対応したアクセサリーもいろいろ使えるものがあったかと思いますので、よかったらね、参考にしてみてください。はい、今日の動画は以上です。もしこの動画が良かった、参考になったと思った方は、ぜひグッドボタンをよろしくお願いいたします。また iPhone 16 Pro Max もね、購入したらレビュー動画も出そうと思っていますので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとベルマークも押していただけたら嬉しいです。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。